みんな元気なのだ。動画のナビゲーター、ずんだもんなのだ。今日も一緒に世界のニュースを見ていくのだ。今日ずんだもんが紹介するのは、南東ヨーロッパの美しい国、ブルガリアなのだ。実はね、ブルガリアってとっても面白い国なのだ。みんな、ロシアの文字でおなじみのキリル文字って知ってるのだ。そのキリル文字、生まれ故郷はロシアじゃなくて、なんと、ブルガリアなのだ。びっくりなのだ。今日も世界中でいろいろなことが起こってるのだ。ずんだもんが厳選したニュースを今回は3つ紹介するのだ。中でも特に注目なのだのが3つ目のニュースなのだ。ユーロスタット EU の LNG 輸入に占めるロシアのシェアが 15% に減少っていう記事なのだ。EU がロシアへのエネルギー依存をどんどん減らしているみたいで、EU がロシアとの貿易で過去に例がないほどのすごい黒字を出したらしいのだ。一体何が起こっているのか、ずんだもんも早くみんなに伝えたいのだ。この動画が面白いって思ったら、高評価とチャンネル登録もよろしくなのだ。それじゃあ、今日も一緒に世界のニュースを見ていくのだ。皆さん、今回はヨーロッパ南東部、バルカン半島に位置する素敵な国、ブルガリアをご紹介するのだ。首都は歴史あるソフィアで、人口は約650万人。ヨーロッパ最古の国の一つで、複雑な歴史を経て、現在は民主的な共和制を築いているのだ。ブルガリアといえば、世界的に有名なのはやっぱり、あのヘルシーなヨーグルトや、香り豊かなバラなのだ。バラの谷で育つバラから取れるオイルは、高級香水の原料にもなっているのだよ。また、美しい自然や古代遺跡、荘厳な正教会の修道院など、豊かな文化遺産が魅力なのだ。ワイン産業も盛んで、近年は IT 分野の成長も著しいのだ。EU 加盟国として、経済や観光の発展に力を入れていて、訪れる人々を魅了し続けている。そんなブルガリアにぜひ注目してみてほしいのだ。一つ目のニュースなのだ。ブルガリア、11月29日の大雨予報で気象警報発令という記事なのだ。ブルガリアで11月29日にかけて大雨の予報が出て、気象警報が発表されたのだ。一部地域には高度オレンジという危険な気象警報がプロブディブ、スモリアンなど8つの地域に出ているのだ。また、カザージーク、ラベックなど9つの地域にはコードイエローという潜在的に危険な気象警報が出ているのだ。その他の地域は警報なしのコードグリーンなのだ。向こう24時間は曇り空で雨が降る予想なのだ。標高の高い場所では一時的に雪が混じることもあるらしいのだ。特に山間部では雨が雪に変わって路面が凍結したり滑りやすくなったりする可能性があって注意が必要なのだ。道路インフラ庁も冬の装備を整えて運転するように呼びかけているのだ。雪の準備ができていない車が交通を妨げるとみんな困っちゃうのだ。だからドライバーさんはいつも以上に慎重に安全な速度で運転して車間距離をしっかり取るように気をつけてほしいのだ。急な運転や除雪作業中の車を追い越すのもダメなのだ。みんなで安全に過ごすために協力するのだ。二つ目のニュースなのだ。ブルガリア国鉄、クリスマスに蒸気機関車牽引列車を運行という記事なのだ。ブルガリア国鉄がクリスマスと新年のお祝いにぴったりの蒸気機関車牽引の特別列車を運行するのだ。この素敵な列車はソフィア、バンキャイだとゴルナ、オリャホビツァ、ベリコ、タルノボカンで走るのだ。車内にはクリスマス飾り付けがされた客車とレトロなビト車、エクスプレス車両があるのだ。なんとサンタクロースと白雪姫が乗っていて子供たちにプレゼントを配ってくれるのだよ。これは楽しいのだ。運行日はソフィア路線が12月13日と14日、ゴルナ、オリャホビツァ路線が12月20日なのだ。特にゴルナ、オリャホビツァ、ベリコ、タルノボカンではヤントラ川沿いの美しい景色や
街の下のトンネルを通過する珍しい体験ができるのだ。往復チケットの料金は、ソフィア路線が大人46レバ、10歳までの子供は23レバなのだ。ゴルナ、オリャホビツァ路線は大人40レバ、子供20レバなのだ。チケットは全国の駅窓口やオンラインで買えるから、ぜひチェックしてみてほしいのだ。家族みんなで長期機関車の旅を楽しんでほしいのだ。3つ目のニュースなのだ。ユーロスタット。EU の LNG 輸入に占めるロシアのシェアが 15% に減少という記事なのだ。ユーロスタットさんの最新報告によると、EU へのロシア産 LNG 輸入のシェアが2021年91の 22% から2025年93には 15% まで減ったのだ。それでもロシアは EU にとって2番目に大きな LNG 供給国なのだ。一方、アメリカ産は91、2021の 24% から93、2025には 56% に大幅に増えて、EU の主要な LNG 供給国になったのだ。ロシア産のパイプラインガスも輸入シェアが 48% から 15% に大きく減ったのだ。一部の EU 加盟国はインフラの問題で一時的に免除されているけど、ノルウェー産が 25% で EU 最大の供給国になったのだ。ロシアからの LNG は完全に制裁されていないけど、EU は2025年5月に2027年末までにロシア産の天然ガスすべて液化、気体の輸入をやめるロードマップを発表したのだ。EU の対ロシア貿易は2022年91から2025年93までに輸出が 61%、輸入が 89% も減ったのだ。その結果、2025年93には EU が対ロシア貿易で15億ユーロもの黒字を記録したのだ。これは過去に例がないほどのすごい黒字らしいのだ。ロシア産の石油輸入も2021年91の 29% から2025年93にはたった 1% に激減したのだ。今ではアメリカ産とノルウェー産が主な石油供給国になっているのだ。EU はロシアへのエネルギー依存をどんどん減らしているのだね。今回はブルガリアの豊かな魅力と現地の天気予報、そして心温まるクリスマス蒸気機関車のニュースをお届けしたのだ。EU のエネルギー事情も興味深かったのだね。ヨーグルトやバラだけじゃない、ブルガリアの魅力や世界の動きにみんなもぜひ注目してほしいのだ。聞いてくれてありがとうなのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけない。けれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声。そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。